よろしくお願いします。今回も普通に打っていきますが、どうなりますかね。こんなに早くこの形になると思ってなくて、なんていうか、当初、取る準備をしてなくてちょっと手間取ってました。で、まあ、これいつもの感じですね。で、いつものって言っても、このシリーズやってから初なのかな。こうなりまして、中止めて、ここで白の分岐がある感じなんですが、今日はこれでいきますかね。で、ほぼ剣先を叩くのかな。そうですね。で、こうなって、でこの時に上下両方ともあるんですけれども、上側を黒が止めると、白がちょっと下側で止めるか、もしくは右側を直接受けるかを選べるという展開になります。で、下側を受けますと、白はなんか上辺から反発して、黒の手をね、こうギリギリで受けながら展開していくというような形になるんですけども、どっちも割と有力。どっちの方がより有力かな。そうですね。これがね、結構、この形でよく出てくる大事な手でして、次に4をね、伸びることができると、この黒の斜めのラインをね、間接的に止めることができるので、これが大事な手になりますね。これ一回あれかな前の動画でやったかなこの辺の形の認識というか、なんというかは。で、その時に私が言ってたのは、3引いて止めて、こうなりそうですね。こうするみたいな。ここで、手抜くことができるというのが、僕、黒としては大きい手で、で、ここまで来たら黒の手が広いんですね。一番ソフトが有力するのは、この剣先を透かし止めする手なんですけど、他にも、半叩きとか、ここのレンをね、止める手とかあったんですけれども、これはソフトサイデンの通路ですね。ソフトサイデンだとこう打っていくのかな。勝手な印象だと、こうできないイメージがあるんだけど、違ったっけ？なんか何も覚えてないね。どっちかっていうとこういうイメージあるけど、こうなって止められた時に入っとくぐらいでいいのかな。飛び3してみたいなのがちょっと気になるけど。でも行ってみますか。なんかね、こう打てないイメージがあるんだけど、どうだったかな。ちょっと、細かいことわかんないけど。これはちょっと後で検討いけるかもね。今放っておくと3から3で突き出してとかで結構危ないことになるかな。3から3って打って、多分こっち止めなくちゃいけなくて、ここに突き出されて、先に4伸びるのかもしれないけど、ちょっといっぱい来るんで、これもなんか魅力的だけどな。でもなんか剣先を作る方がなんとなくそれっぽい。
とはこっちの方が、なんかこの4から飛び3みたいな手と連携が良さそうなんで、まあ、直は多分積まないんですけど、こういう意味合いもありまして、こう来るっていう手もあるな。こう手広いな。何やっていいかよくわかんないけど。入ってきたら、これ怪しいんかな。なんかこうされた時に、打って、いきなり詰まされちゃうとかいう話はあるって言おうと思ったけど、真ん中でしたね。まあこれは、自然な手なんだけど、ここで何をしてくるか。白がね、ここで受けをね、結構受け一方の手を使ってる分、この右側周辺の防御力は白は結構高いと思うんですけど、うまいことやられると、やられる可能性があるので、飛び3から使っていくのはちょっとやりにくいと思うんだけど、どうだろうね、ここはね。どうでしょうか。ここまではね、なんかソフト採点がここなんですけど、ここまで私の知識なんですけど、この後はわかんないので、なんかうっかり入りたくなっちゃうっていうか、こういう手もいいな。こういう手もいいな。4打ってこういうので、危ないか。止めて。まあ、一応ケアしてるから、そんな簡単に負けないとは思うけど、打ってみようか。こういう手とか来るんだろうか。まあ、タン叩きの方が自然な気がしなくもないけど、ちょっとこれひねり気味ですね。まあ、この剣先がどのくらい働くかみたいな。なんかの間違いで資金とかあればいいけど、どうでしょうね。まあ、一応この飛び3から4、3っていう手を止めてる手なんだけど、どうなるだろうか。まあでも、一曲だとは思うんですけどね。そう、ここがね、結構気になる場所。だこう飛びした時に、こう読んで一回消せるから、こうしてくるか。こうして、こうとか。そんな簡単に勝つようには見えないけどな。こうなって、こうなって、こうなって。あ、いいか。ターン3は飛び3で当たって、こう入って、逆側から止めれば多分何もない。なんですが、何があるかね。ターン止める？まあでも、ターンだったら、全然これでも、満足っていうか、ひょっとして勝てる？こうできる？いや、違うな。これ危ないか。ここに撃たれた時に、姿勢があるわ。姿勢があるから、危ないか。なんかうまいことできないかな。うまいこと。まあまあいいですか。時間ないし。
こうして、長連を狙っていきまして、3も入るかな ?3 して、こっち止めてくるか。3して止めて、打って、止めて、でもここ資金だからな。打てない。と言ってみましょう。あ、時間が切れた。ありがとうございました。ちょっと検討してみましょうか。はい、ここからですね。29までは私も知ってたんですけど、どうなのか。この手は打ってん、でも、30止めるんだ。なんかこれダメな意味だったけどな。止められるんだね。これはダメ。全然互角ですね。全然互角だ。割と手広そう。ちょっと待ってね。これ、ひょっとして、スレッド数下げとかないと、パソコンが多分やばいことになるんで、下げました。で、こうなって、こうなってましたと。そうですね。簡単じゃなさそうですね。こうしてきた。最善でもないか。でも検索叩くのやっぱ普通ですよね。普通。検索叩きは普通。これもある。うん。そうやって打つんだ。これあんまり考えてなかったな。本譜の方、本線だと思ってましたけど。これダメなの？これで6割。いや、よくわからんな。もっとある、65%。これ何をやろうとしてる手なのかが、ちょっとよくわかってない。ね、だから、なんかいろいろやったときに、ここに石が入ってることがより大事とか、こういうことかな。で、このレーンを確保しておくのが、より効きますよ、みたいな。本譜はこうだったんですけど、で、こうなりまして、直でいける。直でいける。これは考えてなかったな。こういうことか。として。はい。これで詰みなんだ。詰みまで分かってなかったね。こういうので。詰みか。詰みかと言いつつ、これこっちの方から来るから勝ちみたいな説あるか。そういうあれか。これ斜めの四式なんだ。これすごいな。斜めの、これ、両刀じゃなくて、総流かな。総流の絵なんですが、斜めのね、こういう形の四式って結構珍しいって言われるんだけど、斜めの四式なんだね。いや、これ全然見えてなかった。とはいえ、これでも悪くはないか。悪くはないのだろうか。こうなって。まあ。こうして、こうして、こうしましたね。はい。一回これ決めたか。で、こうなってこう。いや、どうやら勝ちっぽく見えるね。
ちっぽく見えるけど、勝ちか。うん。やっぱこれ超連筋なんで、これ狙われ続けるとちょっときついよ、みたいなことかな。これも、こうして、こうみたいなので、こうみたいなので、ずっと狙い続けることができるんで、そういうことだよな。そういうことだよね。こうだとダメ？いいんだ。じゃあ勝ちということで。で、黒は、ここでちょっと工を凝らす必要があるってことかな。てか、これでも大変だったら、黒結構大変か。こう来た時はこうしようと思ってたんだけど。明日、どっちもある。なんかね、こういうところに、ね、石入るとね、ちょっと、なんもないかもしれないけど、うるさいから、こうするつもりだったんですけど。でもこれだったらなんか、不満なしだな。全然これくらいでも全然いいんでしょ。ひょっとしたら手抜ける。手抜ける。でも手抜けるような局面で互角なんだ。これ互角なんだ。なんか、どっちか差つい塩いか。これ何かっていうと、こうしたときに、こうして、塩いじゃない。塩いじゃない。塩いは塩い。これだと思ってたけど、こっちですね。そして、こうですね。なので、塩いは塩い。で、でもなんか、こういうのって、手を踏まんないよな。黒大変そうに見えるけど。やっぱ黒大変なんかな。黒大変っていうことだったらね、ずっとこれやってればいいから。そうすると、白も白っていうか黒は多分、こっち側の方が有力っていう話になるのかもしれないけど。実際そうなんかもな。これだったら全然ね、黒持っても悪い感じはしないもんね。それか、別の手段で良さを求めるか、まだ。なんか、こうしてたのもあったけど、これどうなんだろう。いい勝負ですか。こうされるよな。うん。レーン止めといて、そっちなんだ。一回叩くか。叩いて、こうなって。叩かなくてもいいかもしれないけど、叩くか、叩いて。これって、もう29みたいな手を打たなくて、これ多分完全な受け、一応若干攻防かもしれないけど、完全な受けの手だから、こういう手が打たせられるんだったら、白不満ないね。次どこ打つかわかんないんだけど、このくらい通ればいいけど、もっと攻撃的に。これも打てるで。よりどり緑だ。何打っても不満じゃない。あれなんか黒のここの場所よくソフト推奨してくるけど、
あんまりそんなにいい場所なんか。そんなにいい場所には見えないんだが。ダメ。するとダメ。罪なんだ。こうするしかなくて。この時にこう止めなきゃいけないから罪なんかな。こういうことですか。これもこうしなきゃいけない。そりゃ勝つか。そうだもんな。いや、勝ちですわ。というわけで、これどうなんだろう。あ、でもなんか別に、ここが絶対ってわけじゃなくていろいろ受かりますね。いろいろ受かるってことは、まあそんなに大した攻めじゃないって考えると、まあこれ一応やっとくか。で、うん。こうとかこれ危ないか。いや、わかんないけど。ああ、なるほど。こういうことね。いやー、これがなんだって言ってんだろう。これ多分手抜けないってことだよな。手抜くとちょっとやばそう。ってことだよな。いやでもこの41みたいな手って私なかなか打つの苦手かもしれないですね。で、この剣先との連携がすごいいいから、この連と。で、なおかつ22、24のね、獣網を破ってる位置なんで、まあ間違いなくいいポジションなんですけど、こういう構想を持って、その30、31から33って打てないかもしれない。なんか次の一手打てって言われたら確かにこう打つかもしれないけど、これを打つには、この辺の進行からそれ考えてなくちゃいけないし、そもそも、29って一回受けるような感じだと、これダメだなと思って読みから捨てそうだから、私にはなかなか知らないと打てないかもしれないな。まあでも、こういう、ラプファイの対局感って、結構、私からすると身になるっていうか、そうなんだ、すごいみたいなことがあるから、おいおいを覚えていかなきゃですね。というわけで、本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。